皆さんこんばんは、もふおです。今回はね、台本がないぞ。なんでこんな喋り方してるんやって思ったやろ。なんかね、今回も台本がない動画なんやけど、なんだろ前結構早口で喋りすぎてたみたいで、それでなんか聞き取りにくいっていう声があったから、ちょっと自分のね、ワンテンポずらしてゆっくりね、はっきり、滑舌あんま良くないけど、ゆっくりはっきり喋ろうかなって思ってんで。聞こえてるかなこれやったらな。うん。で、前の動画で、なんか台本なしでダラ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 添い寝シチュエーションで喋るみたいな動画をやったと思うんやけど、あの中にスイミーの絵本の読み聞かせあったやろ。それをなんか見てくれた子の中に、私の聞き慣れてる本とかでもやってみてほしいっていうのをリクエストをもらったから2人分ね。だからその2人のリクエストしてくれた絵本を今日は読もうかなって思ってる。うん。1個目がバムとケロの日曜日っていう本。で、バムとケロっていうのは自分も知らんかったんやけど、なんかあれらしいね、シリーズがたくさんあって、全部読んどったらキリがないみたいなぐらい種類あったからさ。うん。だからその中でも代表作がバムとケロの日曜日っていう本みたいやねんな。どうやらな。調べてみたらね。それを読もうかなって思ってるね。で、二つ目がヘンゼルとグレーテルね。これ結構名前聞いたら、あれって思う人もおるんちゃうかな。で、これが文章量を見たら結構長そうやってんな。まあ両方ともなんか幸運にもね、最悪本買いに行かなあかんかなって思ってたんやけど、まあ図書館で借りたりとかな、って思ってたんやけど、幸いネットに転がっとって、それを見ながらね、皆さんに読み聞かせできたらええなーって思ってます。なんかちょっと話のペース上げすぎたかな、今。ゆっくり喋ろう、ゆっくりな。まあだから楽な姿勢で聞いとってほしいな。みんな今日一日どうやった？大変なことなかったか？嫌なことはなかったか？遠慮なく相談してな。人に話したら楽になることってたくさんあるからな。わかった？うん。よしよし、ええ子やな。今日も一日頑張って偉いで。うん。よし。じゃあ、絵本読んでいこうか。うーんと、じゃあ一つ目。バムとケロの日曜日。島田由香さんね。こんな雨の日曜日は、サッカーも砂遊びもできない。仕方ないから今日は、うちで本を読もう。だけど、その前にケロちゃんが汚した部屋を片付けなくちゃ。やっぱり本を読むのはきれいに、きれいに、きれいに。なんか可愛らしい犬がね、部屋を掃除してるね。絵本だからそれをお伝えしようか。で、次のページ。きれいに片付いた部屋じゃなくちゃね。さて、これでよし。次はおやつを作って、と思っていたら、泥んこびちゃびちゃのケロちゃんが帰ってきた。ケロちゃんはもう見た目カエルだね。本当に泥んこのカエルが帰ってきました。せっかくすっかり綺麗にしたのに、泥んこのケロちゃんが部屋をめっちゃ汚してるね、今ね。これは大変だ。とにかくケロちゃんも
耳の中までゴシゴシきれいに洗って、二人はお風呂に入ることにしたみたいね。一緒にゴシゴシ洗いっこしてます。何もかもすっきり、さっぱり、つるっときれいになったら、今度こそおいしいおやつを作ろう。おお、二人でおやつ作るみたいね。こねこねこねて、ポコンポコン型を抜いて、ポイポイっとあげれば、おお、山盛りのドーナツ作ってるね。こんがりドーナツの出来上がりと。次は読む本を選ぼう。持っている本はみんな読んじゃったから、今日はこの中から取ってこよう。この屋根裏部屋には古いものがいっぱいしまってある。部屋の2階の屋根裏部屋に行くみたいね。確かおじいちゃんが大切にしていた飛行機の本があったはず。暗いから気をつけなきゃね。本の名前は不思議な飛行機じいさん。これこれ、やっと見つけた。だけど表紙がほこりで全然見えない。その時、急に鼻がムズムズして、ハクション、クシュッ。すると本の表紙からたくさんの蛾がバタバタ舞い上がった。わあ、なかなか嫌いな人にとってはえげつないシーンが来たね。表紙が見えなかったのはほこりのせいだけじゃなかったみたい。蛾がいっぱいついてたせいだね。これはなかなか大変な映像だ。よく見るとネズミや虫なんかもうじゃうじゃいる。うわー、これ嫌いな人にとっては地獄。キャー。二人ともキャーって言って逃げたみたい。びっくりした。だけどせっかくの本を置いてきちゃった。あれ、ドーナツにネズミがついてる。そうだ、いい考えがある。もう一回あの本を取りに行こう。まずできるだけ本から離れたところにドーナツを置いて、本を取ったら急いで逃げる。ほら、早く早く。ドーナツでさっきの気持ち悪い生き物を引き寄せて、その間に本を取って逃げたみたいね。やれやれ、なんとか本も取ってきたし、あとは手を洗ってお茶の準備をしたら、今度こそやっとじっくりゆっくり本が読める。おしまい。かわいいね、この絵本。バムとケロの日曜日。この二人が活躍するシリーズがね、多分たくさんあるんだと思うんやけどな。はい。大丈夫、まだ起きてる？絵本ってええ塩梅やんな、ほんまな。面白さと、なんかその、安心する感じのテンポとか、なんかちょうどええ塩梅やんな。あんまハラハラせえへんしな。次どうなんのみたいなのもあんまないしね。はい。じゃあ、ヘンゼルとグレーテル行くで。大丈夫？よしよし、ええかやな。じゃあ、読んでくで。ヘンゼルとグレーテル。昔々、大きな森の入り口に貧しい木こりが住んでいました。木こりにはおかみさんと2人の子供がいました。男の子の名前はヘンゼル、女の子の名前はグレーテルといい、家はその日食べるものさえないほど貧乏でした。木こりはため息をついておかみさんに、うちの暮らしはどうなるというのだ。食べ物もないのに、どうやって
あのかわいそうな子供たちを育てることができるのか。すると、おかみさんは、いい方法がある。明日の朝早く、子供たちを森の一番奥へ連れて行き、そこで焚き火を焚いて、私たちはそのまま仕事に行っちまう。子供たちには帰る道もわからないし、私たちも助かるというわけよ。とんでもない。そんなこと。俺にはできない。自分の子供を森の中へ置き去りにするなんてひどすぎる。すぐに獣がやってきて子供たちを食い殺すに違いない。木こりがそう言うと、おかみさんが言い返しました。バカだね。このままじゃ4人とも飢え死にするんだよ。ふん。あんたなんか私たちの棺桶の板でも削っていればいいわ。でも、子供たちがかわいそう。その時、子供たちはお腹が空いて眠れなかったので、お母さんの言った言葉を聞いてしまいました。こんなことを平気で言えるのも、このおかみさんは子供たちの本当のお母さんではないからです。グレーテルは涙を流しながらヘンゼルに言いました。私たち、もうおしまいだわ。静かに。泣くのはおやめ。僕が何とか助けてあげるから。ヘンゼルはお父さんとお母さんが寝静まるのを待って、ベッドを降り、上着を着ました。戸を抜けて外へ出ると、上着のポケットに詰め込めるだけの小石を拾い、部屋に戻りました。グレーテル、安心して。神様はきっと僕たちを守ってくださるよ。次の日の朝、また太陽が昇っていないのに、おかみさんがやってきて、2人の子供を叩き起こしました。さあ、起きるんだよ。この怠け者たち。みんなで森へ薪を取りに行くんだから。それから、2人にそれぞれ1切れずつのパンを渡して言いました。このパンはお前たちの昼ご飯だからね。決してお昼前に食べるんじゃないよ。もうこれっきりだということを忘れないでね。4人は揃って森の中へ入っていきました。しばらく行くと、ヘンゼルは立ち止まって家の方を振り返りました。同じことを何度も続けるので、お父さんが尋ねました。ヘンゼル、どうして何度も振り返っているんだい？ああ、僕、白い猫を見ているんだ。僕の猫は屋根の上に座って、さよならを言おうとしているんだもの。と、ヘンゼルは言いました。でも、本当はヘンゼルは猫を見ていたのではなく、立ち止まって振り返るたびに、ポケットから小石を一つ出し、道に投げていたのです。森の奥に来るとお父さんが言いました。お前たち、ここで焚き火をするから薪を拾っておいで。ヘンゼルとグレーテルは薪を拾い集め、山のように積み重ね、薪に火がつき、炎が高く燃え上がりました。二人は長く座っているうちに疲れてしまい、居眠りを始めたかと思うと、そのままぐっすりと寝込んでしまいました。目を覚ました時にはもう辺りは真っ暗でした。どうしたら森から出られるの？グレーテルが泣き出しました。もう少し我慢してお待ち。ちゃんと帰り道がわかるから。間もなく満月が昇り始めました。ヘンゼルは妹の手を引いて歩き始めました。投げておいた小石が銀貨のように光って、二人の行く道を教えてくれました。二人は夜中中歩き続けて、夜明けとともに家へたどり着きました。まったくしょうがない子たちだね。どうして今頃森で寝ていたのさ。お前たちはもう家に戻りたくないのだと思っていたよ。おかみさんが残念がって言いました。そんなことがあって間もなく、お母さんがお父さんに話す言葉をまたも子供たちが聞いてしまったのです。もう何もかも食べ尽くしてしまったわ。残っているのはパンが半分だけ。どうしてでも子供たちに出て行ってもらわなきゃ。今度こそ帰り道のわからない深い森に連れて行く。そうしないと私たちおしまいよ。これを知ったヘンゼルは二人が帰るのを待って、
小石を拾いに行こうとしましたが、おかみさんがドアに鍵をかけてしまい、外へ出ることもできません。それでもヘンゼルは妹を慰めて言いました。泣いたりしちゃダメだよ。神様はきっと僕たちを守ってくださるから。さあ、おやすみ。次の日、朝早くやってきたおかみさんは、この前の時よりずっと小さい一切れのパンを渡すと、森へ急がせました。行く道々、ヘンゼルは時々立ち止まって後を振り返り、その度にポケットの中のパンをちぎって地面へ投げました。ヘンゼル、どうして立ち止まっては振り返るんだね。ああ、僕、小鳩を見ているんだ。僕の小鳩は屋根に止まってさよならを言おうとしているんだもの。ヘンゼルが言うと、横からおかみさんが口を挟みました。バカだね。あれは小鳩なんかじゃない。屋根の上の煙突に刺しているお日様よ。それでもヘンゼルはパンがなくなるまで次々地面へ投げ続けました。おかみさんは子供たちを今までも来たこともない森の奥へ連れて行き、前と同じように大きな焚き火をさせました。お前たち、ここに座っておいで。疲れたら少しぐらい眠ってもいいよ。お父さんとお母さんは木を切りに行ってくるから、仕事が済んだら迎えに来るからね。二人は一切れのパンを分け合って食べ、それからまた眠り込んでしまいました。夕方が来ても子供たちを迎えに来る者はいませんでした。二人は夜中になってやっと目を覚ましました。お月様が出たら僕の投げてたパンくずが見えるからね。そうすればちゃんと帰り道を教えてくれる。月が昇ると二人は歩き始めました。でもどうしたのかパンくずはどこにも見当たりません。大丈夫。きっと見つかるよ。ヘンゼルはグレーテルを励ましました。いくら歩いてもやっぱりパンくずはありません。なぜなら森や野原の鳥たちが一つ残らずパンくずを食べてしまったからです。二人は夜中歩き続けました。次の日も朝から晩まで歩きましたが、ついに森から出ることはできませんでした。道端で見つけたイチゴのほかは何一つ食べるものがありません。空腹と疲れのため一歩も進めなくなり、木の下へ倒れ込むとたちまち眠り込んでしまいました。また歩き始めましたが、ますます森の奥へ入り込むばかりです。歩いていると、一羽の真っ白な雪のようにきれいな小鳥を見つけ、二人が追いかけると、小鳥は一軒の小さな家の屋根に止まりました。近寄ってみると、なんと家はパン、屋根はお菓子でできていました。窓は透き通った砂糖です。さあ、少しごちそうになろう。僕は屋根を一切れ、グレーテルは窓を食べてもいいよ。そう言いながらも、ヘンゼルは我慢できずに屋根を一切れちぎりました。グレーテルは窓ガラスに近づき、ボリボリとかじりました。その時、家の中から誰かきれいな大きな声で歌い始めました。ポリポリ、カリカリ。私の家をかじっているのはどこの誰かしら。それは風です。風です。二人は一緒に答えると、そしらぬ顔で食べ続けました。そのおいしいこと。ヘンゼルは屋根を丸ごと一枚引きちぎりました。グレーテルは窓ガラスを丸ごと外すと座り込み、二人で食べ始めました。不意にドアが開いて、よぼよぼのおばあさんがふわりと出てきたので、ヘンゼルもグレーテルもびっくりして、手に持っていたものを思わず落としてしまいました。おやまあ、なんてかわいい子供たち。さあ家に入っておいで。何にも怖いことはないからね。おばあさんは二人の手を取って家の中へ連れて行き、ミルクにリンゴやくるみなどのごちそうが運ばれてきました。またまた夢中で食べ終わると、おばあさんは二人を寝室へ案内しました。ヘンゼルとグレーテルはベッドへ横たわりました。まるで天国に来ているような気分でした。でも、おばあさんの親切は嘘で、本当は子供たちを待ち伏せしている恐ろしい魔女だったのです。あのパンの家も、子供たちをおびき寄せるためでした。次の日の朝早く、魔女は二人が目が覚ます前にもう起きており、
眠っている子供たちを眺めながら口をもぐもぐさせて言いました。こいつはおいしい料理になりそうじゃ。魔女はヘンゼルを抱きかかえると小屋に運び込み、こうして戸を止めて鍵をかけました。目を覚ましたヘンゼルは泣いたりわめいたりしましたが、全くの無駄でした。魔女は再び子供たちの寝室へ戻り、グレーテルを起こして大声で言いました。さっさと起きるんだよ。早く水を汲んできて、あんたのお兄ちゃんを太らせるごちそうを作っておやり。うんと太ったら私がいただくんだから。グレーテルはわっと泣き出しましたが、いくら泣いてもどうにもなりません。恐ろしい魔女の言いなりになるしかなかったのです。かわいそうなヘンゼルのためにごちそうができましたが、グレーテルに与えられたのはカニの殻だけでした。魔女は毎朝小屋に行って、ヘンゼル、指を出してごらん。どのくらい油が乗ってきたか調べてやるから。ヘンゼルは指の代わりに転がっていた小さな骨を突き出しました。目の悪い魔女は骨とも気がつかず、どうして油が乗ってこないのか不思議で仕方ありませんでした。こうして一月が過ぎ、ヘンゼルの指はいつまでたっても硬くて痩せたままでした。魔女はグレーテルに向かって怒鳴りました。さあ、水を汲んでおいで。ヘンゼルが太っていようが痩せていようが知るもんか。明日こそ料理してやるから。それを聞いてグレーテルは天を仰いで嘆き、涙を流して悔しがりましたが、仕方なく水を運びながら叫ぶように言いました。神様、どうか私たちを助けてください。こんなことになるなら森の中で獣に食われて死んだ方がましでした。泣いたり騒いだりするのはおよし。魔女が言いました。次の日の朝早く、グレーテルは鍋に水を張り、火を起こさせられました。そうそう、ごちそうを料理する前にパンを焼かなくっちゃ。パン焼き窯は温めてあるし、粉もこねてあるし。魔女はいきなりグレーテルを捕まえ、かまどの前に突き出し、さあ、かまどの中へお入り。もうパンを焼くのにいいかどうか試すんだから。そう言いながらも魔女は、グレーテルが中へ入れば、かまどの扉を閉め、丸焼きにして食べるつもりでした。グレーテルはさも困ったように、どうやってかまどの中へ入ればいいの？わからない。と言いました。バカな子だね。かまどの口はこんなに大きいじゃないの。ほら、私だってちゃんと入れる。魔女は四つん這いになり、パン焼き窯に頭を突っ込んでみせました。今だわ。グレーテルは魔女を力いっぱい押し込み、パン焼き窯の扉を閉め、缶抜きを刺しました。うぎゃー魔女は雷が落ちてきたかと思うほどの叫び声を上げると、そのまま焼け死んでしまいました。グレーテルはまっすぐヘンゼルのいる小屋に駆けつけ、戸を開けて叫びました。ヘンゼル、助かったのよ、私たち。あの魔法使いのおばあさん、死んじゃったわ。ヘンゼルはまるでカゴから解放された小鳥のように元気よく飛び出しました。二人は大喜びで抱き合いながら飛び回ったりキスをしたりしました。二人は安心して魔女の家に入ってみると、あっちの隅にもこっちの隅にも宝石や真珠のぎっしり詰まった箱が置いてありました。ヘンゼルはそれをポケットに詰められるだけ詰め込みました。私もお家に持って帰ろう。グレーテルもエプロンいっぱいに包み込みました。さあ行こう。早くこの恐ろしい魔女のいる森から抜け出さなくちゃ。2、3時間歩き続けると、森の様子がだんだんと見覚えのある景色に変わってきました。とうとう懐かしいお父さんの家が見えました。二人は思わず走り出し、家の中に飛び込むなり、お父さんに抱きつきました。お父さんは子供たちを森の中へ置き去りにしてからというもの、楽しい時はなかったのですから。おかみさんはもう死んでいました。グレーテルがエプロンを開くと、宝石や真珠が部屋中に散らばり、ヘンゼルもポケットから掴み出して撒き散らしました。
これでもう心配事は何一つなくなり、三人はいつまでも楽しく暮らしました。おしまい。なかなか最後急展開やったね。ふぅ、どうでした？慣れない朗読頑張ってみたけどどうやったかな？よかったら感想聞かせてね。あと寝てもうたかな。そして、こんな動画を最後までね、多分長いだろうにね、最後まで聞いてくれた。そこのあなたね。ほんまにありがとうな。大好きやで。いえ。よしよし、ええかやな。悩みとかあったらちゃんと相談するんやで。わかったか？じゃあな、おやすみ。いい夢見るんやで。